たまたまファームステイに消防車で来たオランダ人がグダイマイトとかから始まって急にそのウッドとか言ってたらそれじゃこう釣れないっつってニュージーランドの人じゃないオランダ人にうーって言ってたらたくまメディア今日もいろんな話ができると思ってきました。日本からの文化を世界に発信していきたいね。ありがとうございます。また再びお越しいただいてというか、再び最初はですね、恒例の質問にしていきたいなという質問があって、大谷さん最近お元気ですか？めちゃめちゃ元気です。元気ですか？ものすごく元気。何がありました？なんかね、なんていうのかな、本質的に自分でこういろいろ考えていることが、はい、古代の人と古代の人この前ね京都と慣れてきた、はいはいはい、あっちで感じたことと僕が今実践していることがかなりオーバーラップって方向性ね、レベルが違うけど被ってるんですか？被ってるっていうのを確認できたんで。どう被ってるんですか？昔の人はね、なんていうかな、やっぱりご先祖とか宇宙とか見えないエネルギーをきちんと理解して、日本のね、京都って平安京って言って、はいはい、なんていうかな、気がいいんだよね、すごく気の流れが。この前それ実感してきて、当時と33元と言ってきて、なんていうかな、宇宙とつながってるな、なんか唐突陰謀論みたいだけど、いや直結ですか？そう意識したんだよ昔の人は多分。あとなんでかっていうとね、ちょっと手にこうビリビリしびれるっていうものがあったんだけど、水を研究してる人が言ってたんだけど、すごい面白いこと言ってて、紫外線とか可視光線とかあるじゃん、あれって目に見えるのってなんか教科書とか見ると3分の1とか4分の1ぐらいこういろんなレンジがあってさ、電波とかの感じでしょ、あれね、アメリカ大陸の端と日本でその光線を並べたときに、人間が見える可視光線って髪の毛ぐらい。本当ですか？前からほとんど見えないっていう実感はあったんだけど、意識的にねほぼ見えてないんだ、何にも。で昔の人はそういう見えないものを扱ってたから、やっぱそういうエネルギーをねいろいろ感じて建物作ったり街づくりしてるね、平安京。すごいですね。いきなりこう壮大な話から始まるのも、多分大谷さんの特徴でもあるのかなとか思ってですね、昨日もまた素敵なイベントをされてですね、はい、毎年一度の、はい、千年ブランド祭りというイベントあったんですけど、参加してきたんですけど、3回目で、相変わらず人がですね熱いというか、またいい意味で変わり者が集まるっていう、その祭りの何ですかね、造語でもあると思うんですけど、クレイジーっていう、皆さんクレイジーなんで、いい意味で、結構変わってる人がいて、いろんな活動されてると思うんですけど、その中でその祭りっていうその立ち位置っていうのはどんなんですか？あれはね、やっぱり僕のいろいろその人生の、通常の営みっていうか日々の生活と、あと仕事に多大な影響を与えている軸となる活動で、昨日の千年ブランド祭りでも3名の方登壇してもらって、1人が経営の実践者で、もう1人が研究者で、もう1人がリベラルアーツということで、化粧から人間の本質、見た目とか心の綺麗さにアプローチしている小林先生とか、あとは研究者は東大の名誉教授のね、もともと救急医療とかやられてた方なのに、陰謀論的なそう見えないものをとっても信じる。でちょっと昨日ワクチンの話も出てたけど、ちょっとあんまりあれだからね全部は言えないけど、そういう本質を知ってる、お話とか、あれは僕はドンピシャ、すごくいろんなことを知ってる知識と思ってることが重なってて、であとはリベラルアーツはサマユエル・ボーズね、もともと冷蔵起業家でね大成功した人が、もう108万円だけのお小遣い持ってインドに行って出家して、もう今日本呼ばれればどこでも行く。
確かにその人生が変わるそのきっかけっていつなるのかいつ訪れるのか全然わからないんですよね。そのお友達をこう撮影するためにインドまで同行して行ったらそのなんか言われてというか日本のね有名なねあっちで大活躍してる長老、仏教の長老、言われてピンときたんでしょうね。それでなんか人生そのものが変わった、その生まれ変わったって言ってましたよね。そんなのあるんですねっていう、そうだね。今日もうちのスタッフ愛ちゃんと話してて、やっぱりすごい盛り上がってるんでね昨日も彼氏と家で話してたみたいだけど全然通じないと。でやっぱりそういうタイミングの時に、なんかあんな風にお金とか全部捨てて野宿したりして全国とかねインドとか行ってるのがもう全然わからないと、やっぱりなんか欲しいものもあるし、欲がある、ね、のはなくせないって言ってて、全然昨日も言ってたけどさいいんだよね。その本当に全部欲なくなると死んじゃうんで、食欲とかも含めて。でもね僕はね小野龍子さんサマエル坊主花のお金とかあんまり興味ない。実は本当興味ない。から、経済活動としてねとか家族養うためにしょうがないけどっていうか、それは働くのは全然いいんだけど、何もそういうのがないんだったら僕も何もない方楽かなっていうのはめちゃめちゃ思って、いろんな見方あるよね。昨日もねテーマ一つで、なんか行動のエネルギー源が、お金じゃないっていうところですよね。そうですね。お金ってなると結構苦しくなる人が多いんじゃないですか。その昨日の八木さん、そうですね。小林さん、小野さん、小野龍子さん、龍子さんなんか結構成功していた俗に言うと成功していた IT の方で、ただその心がこう苦しんでたっていうので、成功したらなんか虚しさですかね、こう感じて、それでなんかもっと本質を極めたいっていうところで、なんか素敵だなと思いながら、なんか誰も彼もできるようなことじゃないなと思いながらですね。でさっきのやっぱり京都とか奈良行くと思うのは、昔の人ってああいう人多かったと思うんだよ。やっぱり条件あると思うよ。小野さん子供がいないとかね、奥さんの理解とかいろいろあると思うけど、男性的には別に野宿しててもそんなに問題ないし多かったと思うんだけど、結構だから今はねなかなかそうじゃないっていうのにとらわれてでもやってる人いるし、何を選択するかだけどね、僕はあっちより確かにその彼が言ってたのが、どっかのこう街をこう見下ろせるような丘に行ってそこで野宿したんですけど、ここはもう最高の5つ星、なんかオールオープン5つ星の部屋ですよとか言って気持ちいいよね。さすがだなと思ったんです。冬はどうされてるのかなとか思ってたんですけどそんな、あってですね、何ですかね、一応というかこういういろんな活動をするための会社の、CEO だと思うんですけど、また多分その会社やられてるその理由も結構近しいんじゃないですか。そうね、株式会社日向デザインは、デザイン制作とかシステム開発とかやってるけど、いろいろ自分たちでも企画とかねサービスのアイデアがあるんで、9月に始めたサイズ .com とかね、例えばキッチン家電とか、なんかね電子レジオーブン買うときに測れば分かるんだけど入るのは、でもその余白がどれだけとか、実際に奥行きまでどんな収まり感するかとか、合うのかどうか、そもそもね家のその棚とか雰囲気っていうのはやっぱ分からないんで、そういうのを棚のサイズを測ると、そこに入る例えば電子レンジとかオーブンが出てきて、でそれを実物大表示 AR アプリで実際にこう大きさとか雰囲気を再現して AR で見てね、でこう購入できるという、だからそっちはやっぱり本質なんだよね。サイズを攻めたいって、でサイズテック事業っていうのをこうやり始めていて、いろいろ応用範囲は広いと思うんだけど、今後はメタバースとかね、そっちのコンテンツにもなっていくと思うんだけど、さっきみたいなやっぱりねビーイングバリュー協会みたいな本質的なところ
の発想から、サービスも未来につながるようなね、で世界で使えるようなこうサービスをしていきたいなっていうので、ついやってしまう儲かるか儲からないか分からないしね、やってしまうと、面白いし楽しいですよね。面白い。そうで、そういう目標ができると資金調達とかね、いろいろ得意なんで、なんとか今できてるけど。そうです。日向デザインは15期目ですかね。そう、15期目なので結構それ自体が実績なのかなと思ってですね、15期も運営はできているっていうこと自体が、そうですよね。でそれがサイズ .com、という名の、サイズテックにおける、これからバズる、事業だと。世界でバズる事業だと、その要はアプリさえあれば、どこでも、誰でも使えるようなサービスですよね。そうだね。サイズ .com 自体はウェブサイト、だけど、実物大表示アプリは今、ネイティブアプリだね、iPhone と Android。日向デザインでこう開発した、ものですね。そう、だからうちはそのアプリ開発、システム開発もやってるし、前職がそういう関係だったし、なので作れるものは作っちゃおう。どうすれば今のその大谷さんになるんですか？その昔のこう自分のこうなんか比べてというか、その経緯を改めて見て、何があって今の自分があるんですかね？そうだね、やっぱり父親の影響は大きいかなっていうのはあって、でもともと親父はちっちゃな会社の経営者で途中で会社抜けて、おじさんと従業員雇ってやってたけど、そこから飲み屋で修行して急に埼玉の家売り払って愛媛で飲み屋始めて、今はもう引退して農家だけど、なんかこう結構行動派、こっちもびっくりした。飲み屋やるの経験はなかったんですよね。ないよく行ってた飲み屋で修行させてもらって、でもね、すごい分かるの。なるほど、昔飲み屋でバイトしてたり、だからなんだろうな、ちっちゃい頃からそういう意味だと結構野球チームの、自分でチーム持っててこう取りまとめる方で、楽観的だから人のいいとこを結構見る。あんまりそのマイナスとかはどうでもよくて、自分に対しても比較的そんな感じで、あとはもう大学出て就職した時はもう貿易商社の財務経理、だから自分で会社作りたかったから、本当はその海外で駐在っていうのも取引とかもあったけど、親父にも言われて管理部門がいいぞって言われて、それがやっぱりそうなってるんで今ね、自分でも会社でまた財務経理やるし、そう資金調達もだからできるしと。であとは結構会社がちっちゃい会社入って潰れたとか、合併とかね、貿易会社はねトヨタ通商、に今なってるけど、その前に辞めて、海外に住んで帰ってきてIT のベンチャー入って、潰れたところもあるし前職は上場してるしとか、かなり波がある。その親父に似ていると思うね。なるほど、とにかく行動派で、あんまりやる前にこう2度こう考えず、とりあえずやってみるっていうのが、多分特徴かなと思うんですよね。そうだね。だから自分でイメージできるものはね、なんかやりたくなるし、で一応周りにも相談するんで、特に今なんかは会社で一応です。会社となると、事業がね、だからなんでかっていうと、僕の周りみんなそういうの優秀な人ばっかりなるほど、だから聞いてどう思うとかって言って、ある程度確認していいものは取り入れながらこう進めていくっていうのが、そうバランス感だよね。そういうのは結構得意な方。これが日本のみならず、その結構なんだろうな、これいつからなのかわからないんですけど、イギリスだったりとか、あとそのニュージーランドに住んだりとかして、そのなんか海外に対する何か思いというか興味っていつぐらいからですか？26歳の時に貿易商社辞めて1年間ニュージーランドで当時の子会社の取引先で働かせてもらってた。でその時に思ったのが、初めあれだ、その前にファームステイっていうのがあって、農業を手伝ったりすると、ご飯と、寝るところをタダで
提供してくれるっていう体験 2,3 週間ので結構 1ヶ月半ぐらいいたのかな、仲良くなって、でそこの、なんていうかな、亭主っていうか人が、子供2人いて奥さんいて4人暮らしで、敬虔なクリスチャンカトリック、でよく教会連れてるでね、聞かれるのよ、日本は神道か仏教かとかでどんなものなんだとかで、その時にもう何にも答えられない。自然とやってることもあるけど別に意識して何かこう学んだこともないし、興味本位で聞いてると思ってたんだよね、で全然答えられなかったのがカルチャーショックで、やっぱりみんなそうだけど俺日本人なんだなって。確かにあんまりこう、意識する人はほとんどいないのかなって。もう無意識でやってしまう七五三とか、ただその本当の意味ってなかなかこうわからないというか、多分勉強するとか、その教えられるタイミングってあったりするんですかね。いや行事とかはね、なんか自分で調べたりとか、なんか意味を教えてくれたりっていうのはあるけど、それが日本だと仏教とか神道とか儒教とかいろいろ混ざってて、だから神社とお寺とか風習があんまりそんな細かくこう分けてなかったり、一つの宗教になんか入ってるっていう感じじゃないから、そんなに深掘りはしないんだよ。そもそも。なるほど。でもやっぱりニュージーランドで聞かれた時に答えられなくて、でその時はよく分かんなかったんだけど、自分が子供生まれるあたりになってきたら30代後半かな、なんか道徳観聞きたかったんだな、どう育てるのだ、そうだよね。海外はキリスト教は道徳観とか含めてちゃんと学んだりすると思うんだけど、そうですね、日本は宗教から直接っていうよりももう生活の中でやっぱりその道徳観っていうのが入り込んでるんだよね。多分一番よく言われるのが聖徳太子の道徳でしたっけ。なんか聖徳太子がいたからこその何でしたっけ日本の起源17条の憲法と、っていうのが聞いたことがあるんですけど、聖徳太子がいなければもうちょっとこう日本でもなんか洗ってたというか、そんなにこう何ですかね、こう人に対するなんかというかがまた違ってたっていう話を一回聞いたことがあるんですけど、もともとね、ただ日本人は縄文時代から武器の石器とかが出てきてなくて、基本的に争いっていうのがなかった流れがあって、ただ時ってその朝廷とかやっぱりどんどん力持つ人が出てきて、あと公務員とかが出てきて、そこでなんか不正とかいろいろあったと思うんだけど、それを17条の憲法で第1条が和らぎをもって尊しとし、下がうことをちょっと忘れたそこら辺はね、普通に和をもって尊しとなしまでしか教わらないんだけど、実はもっと下がうことなくなんとかをなすとかみたいになって、ちょうど今週行ってきたの法隆寺、めちゃめちゃ馴染んでた。日本最古の建築物、五重塔とか講堂とかね、伽藍作りになったんだけど、全く違和感ない。違和感がないですか。見てて、だからあれ和だよ。調和されてる。そういう原点をきちんと作って、最古の建築物を今の現世に残してるっていうのが聖徳太子だから、そういう捉え方ももちろんできると。なるほど、それで、海外に住まれて、いくつかそのニュージーランドにいながら、オランダ人にウッドの発音を教わったりとか。そう、ニュージーランドって日本人ってどっちかってアメリカの英語だから GHQ の後の発音がだいぶもうそもそも違うんでね、グダイマイトとかから始まって、で、そういうの聞いてた中で、たまたまファームステイになんかね、消防車で来たオランダ人がいて、消防車の前に焚き火してる、でそこにちょっと話しに行ったら、なんかそれでねニュージーランド一周してた。その時点でぶっ飛んだ、もうクレイジーだよねどこで買ったのかとかさ、意味わかんないどこで寝るのかとかあったんだけど、なんか話してたら急にそのウッドとか言ってたら、それじゃこう通じないっつって、ニュージーランドの人じゃないオランダ人に
うーって言ってたうーって言ってた。そうだ、グッドだ。そんなはいはいはい、そうなんか素晴らしいですね。素晴らしいですね。オランダ人に英語を教わるっていう、教わるっていうねニュージーランドでね。あと結構あれですね、やることがあんまりなかったみたいで。そう、ニュージーランドはもうめちゃめちゃラブリー、羊の方が多いしね、羊と牛は放牧してるから肉が安い、で豚は餌あげなきゃいけないから豚肉高くて、で日本と逆だったりするとか、いつもねやっぱりバーベキューするとか、ビール安いからもうずっとビール飲んでるとか、当時はね、あとはタッチラグビー、タッチフットって言ってたのかなとかももう4時半ぐらいからみんなで広いところでやってて、そういうところに全く不満はなかったんだけど、もともと自分で会社作りたいっていう、ね、考えがあったからもう暇なんだよであんまりみんな稼がない、福祉国家だからそんなにお金を持つとか物を買う、高い車買ってて結構みんな避難されてる若いやつとかいて、なるほど、だからちょっとずっとは厳しいなって、いうのがあって1年で戻ってきて、1年で、そこのボスとかはもうずっといろって言ってくれてたんだけど、ちょっとそうだってね、年では退屈すぎたかな。そうですね、あとイギリスがそのニュージーランドの後ですよね。あと日向デザイン作る前だから16年前に半年だけ、そうなんですね、前の会社で、上場してちょっとお金持ってたから、ヨーロッパ住みたかった、でニュージーランドでいろいろ話を聞いてて、ヨーロッパは全然違うと、女性も痩せてるし、でニュージーランドはなるほどですマオリ族も含めてなるほど、だからラグビーが強い原生になってるのかな。男性もなかなかこういい形というか、そのいい体型はしてます、ね、してるでしょ、でマオリもね大体そうだし、でだからあとはその文化的なことも含めてアメリカも旅行したけど、自然はいいけど、文化もそんなに浅いっていう感じだから、一度ヨーロッパ住んでみた、でイギリス半年住んだんですよ、でもちょっとね思ったより街の違いがなくて、日本って隣町とかちょっと動けば全然違う食べ物とか風習とかあったりするけど、イギリスはもうほとんど同じだった。大体ボディショップが、マックがあってと、あと料理が料理がね、当時は特にかみさんが2歳から7歳までイギリスに住んでたんで、ロンドンに、でちょっと知ってて、ヨークシャー料理は美味しかったんだけど、1回しか食べてないけど、あとはねちょっとフィッシュ&チップスも最後に1回だけ食べて、やっぱり脂っこくてねっていうのと、あれだ、セントアイブスっていう港町、芸術の町、日本のポタリーも、連携してて、日本で活躍した人がもともとセントアイブスで、日本人が有名なその陶芸家のお孫さんがいて、そういうのも調べて行ってみたんだけど、本当にこじんまりした街でね、そこで僕の誕生日で行ったんだけど、お城キャッスルに泊まった。泊まれるんですね。泊まれるの、中改造してて、でそこの料理が港町だから、なんかヒラメの料理が載ってて、ちょっとどんなのか想像できなかったんだけど、メニュー見てて楽しみに行ったら、肉に魚巻いてたの。肉とお魚一緒に、だから肉にヒラメ巻いてて全然イメージが違って、やっぱりちょっとイギリスは食べ物合わないなっていう。それがセントアイブズ。セントアイブズの方が多分ゆくゆくこれを、見れると怒られそうですけど、あれなんですね、なんですけど、そのあるんですね。そう、でも泊まってる人、他の人はみんな食べてたから分かんない、標準かもしれないけど、こっちはあんまり肉好きじゃないし、魚の日本人的なイメージがあったから、なんかずっとこう違和感を持ちながらあんまりそのね勝手に期待したから、それでは良くないか。そうですね、そんな、いろんな、国に、いろんな国というか、ニュージーランドとイギリス住んだのはね、あとはもういろいろこう旅行。そうだね、アメリカカナダ、大体英語圏
ですかね。そうだね、それ学生の時かな。ニュージーランド、イギリス、に、イングランドに住まれて、その他の国、旅行で、その行かれたということで、ほとんど英語圏なんですけど、イギリス、特にイングランドを聞くと、サッカーのイメージが強いと思うんですけど、実際にそのいろんな話を今まで、2人でしてきた中で結構サッカーの話が、実際多くてですね、何かこうサッカーに対する思いってあったりしますか？そうね、もともと中学の時に日本ってサッカーのプロなかったから、西ドイツのブンデスリーガのテレビがやってて、結構それしかなかったけど、雑誌でいろいろイングランドのリーグとかイタリア、あとはスペインとかを見ていて、86年のワールドカップは NHK でやってたから、一応ね全部見た。全部見たんですか？全部見た。放映してたやつは、当時のだから、ジーコとかプラティニとかね、でもう好きな選手が出てたから覚えてる。それのエンゾシフォも、シフォね、その時代ですかね。時代、がベルギーの首相だったと思うよ。でそういうので地域名とかチームとか選手を覚えていて、でイングランドに行ってね、やっぱりサッカーを見に行ったんだけど、ずっと自分でもサッカーやっていて、まだフルコートとかフットサルやるんだけど、組織論としてすごくいいんだよね、サッカー。今ボランチとかやってるからアンカー、僕バランス取ることをやっていて、でちょっと走りとかもだいぶ遅くなってるから、でもやっぱりその違う個性でやらないとやっぱり、勝てないし、そういうバランスを取るっていうのがサッカーの面白いところで、でね、今息子が小4でサッカーコーチをやり始める。なんでかっていうと、今みたいなその組織論は社会にとっても役立つし、サッカーってずっとやれるから友達も増えるし、ずっと。あともう一つはね、体の使い方。僕右の膝を2年前に手術して、前十字靭帯断裂、5年ぐらいもう、断裂したままで膝グラグラでサッカーとかやってたんだけど、ちょっとさすがにきついからっていうので年がいもなく手術したのね。でやっぱりね、体の使い方が良くなかった。体がやっぱりね歪んでるんだよね。でそれをさっきのビングバリー協会の古武術の河野先生とかといろいろお話しして教えてもらって、日本人はもともとその骨の使い方がすごい上手で、怪我しないようにとか、介護とかでも力を入れずに女性が男性をこう抱えられたり、なるほど、酒屋の瓶もあれこうじゃなくこう持つんじゃなくて、こう持つと誰でもパッと持ち上げられたり、もともと知ってるんだよね。歩き方とか歩き方も含めて、ナンバー歩きとかねっていうのをこう実践して教えたくてやってるんだけど、昨日その千年ブランド祭りで高田監督、元パラリンピックの日本代表の監督で登壇もしてもらった高田監督が、来られてて、で懇親会で話してて、もうめちゃめちゃ盛り上がったのが、僕はね肩甲骨と、ここの丹田っていうか、股関節を意識してこう動くようにしてたら、高田監督は久保建英とかにもいろいろ教えてて、テニスボールを握ったままシュートを打つと力が入らないっていうので教えてもらったのが、肩甲骨じゃなくてここを意識してこう動くとこう上下にぶれないし、胸ですか？ここのねへこみがあるんだよね、ここに。ここを意識して、この鎖骨の下ぐらい、ちょっとね何骨っていうのか忘れちゃったけど、動かして体回転したり移動すると速いし怪我をしない。でメッシとかもそうだけど立ってるでしょ、姿勢が。久保君とかもあれここを意識するの。ここを、動かす。平行、前に走るんだったら平行に動かす、横に行くんだったら横に平行に動かす。なるほど。回転もここから出る。なるほど、それ聞いててめちゃめちゃ面白くてでそういうのちょっともうすぐ息子に教えようかなと。なんかそんなサッカーもそうですけど、そのあるものが実はその別のところでこう使えたり、サッカーであるとその組織論だったりとか、そもそも体の動かし方だったりとか、なるべく怪我しないための知恵がそこに
あるってなんかこう察知されるというか察知されてますよ多分なんかで結構そのいろんな話をしていく中で結構その日本の知恵っていうその話も出てきてですねなんか毎回こう面白いなとか思ってですねもっといろんな人にその話が伝わったらなって思ったりするんですけどまあ今回はなんか残念ながらこう時間が限られていてこのポッドキャストがこの収録がですね今毎回このセットをですね作らなきゃいけないっていうのが一回こう作れば終わりじゃなくて毎回そう作り直す必要があってなかなかまだ慣れてないところがあってですねちょっと時間がはいあっという間に経ってしまうんですけどまあなのでもしよかったらまたまたどっかでパート2ということで何回でも来ます何回も来ます何回もお邪魔しますっていうところでなんですねでここでですねまあ最初の質問と同じように恒例のポイントいくつか設けたいなと思っていて最初の質問もそうですけど最後にそのゲストさんに質問を書いていただくっていう実筆で、で、その質問を次のゲストに、しますとするんですけどその書いてる内容、をですね僕も見ないです見ずに、その次のゲストに対して読み上げるんですけどその読み上げるタイミングで僕も初めてその質問の内容を知るっていう面白いんじゃないかなと思ってですね、やってみたいなと思います。なので、はいぜひ、質問を考えていただいて、はい、で、まあ、この後、実筆で書いていただくということで、大丈夫ですか？大丈夫です。なんかその次のゲストがですね、どんな顔をするのか、重い質問とか。全然もう、ここは結構、ぶっちゃけてこう話せるような空間を作っていきたいなと思っていて、いるんで全然何でもありです、了解。今日は始まりでしかない、週1回ぐらいはそんな頻度で発信していきたいなと思っていてぜひ、楽しみにしておいてください。多分この、回をですね発信するそのアップロードした時点でもうすでに、3回分ぐらいの、このポッドキャストがある状態になっていると思うんでもう一気に聞いていただいてもいいですし1個ずつでもいいので、大丈夫です。でこれなんか面白いなとか、思っていただけましたらもうこれお願いしますあともうちょっとこうなんか、これもっとこう知りたいなっていう方いらっしゃったらですねもうぜひコメント欄にここもちょっと詳しく聞きたいなとかってここも特に面白かったよっていうコメントいいコメントでも悪いコメントでも要はその改善ねの提案だったりとかもう全然受け付けるのでお願いしますということで、今日はありがとうございました。またはい、第2回目お誘いします。準備しておきます。ありがとうございました。はい。